心理学者のジョーダン・ピーターソンは言います。人生がうまくいかない人のほとんどは、ある致命的なミスをしていると。多くの人が無意識にやっている人生最大のミス。そのミスとは、逃げてることです。どうも、旅する起業家のルキです。今回は心理学者のジョーダン・ピーターソンが提唱する人生最大のミスについて解説していきます。もしあなたが今満たされていない、前に進んでいる感覚がない、人生がなかなか好転していかないと感じるなら、この動画をぜひ最後までご覧ください。本当はやるべきことがあるのに後回しにする。見て見ぬふりをする。気づかないふりをする。その代わりに楽な選択を選ぶ。スマホ、娯楽、なんとなくの時間。一瞬は楽になります。でもその後どうなるか。なぜかスッキリしない。ずっとモヤモヤする。自己肯定感が下がっていく。これ多くの人が経験あると思います。僕もそうでした。なんで辛くなるのかというと、やるべきことから逃げてることを自分が一番分かってるからです。だから一時的に楽をしても長期的には満たされない。どれだけ逃げても苦しさはずっと消えない。むしろ逃げるほど大きくなるし、やがて後悔に変わる。これが多くの人が感じている違和感の正体です。ジョーダンは言います。人生は苦しい。これは気持ちの問題じゃなくて構造だと。人は必ず老いるし、病気にもなるし、最後は必ずこの世界からいなくなる。しかもそれだけじゃない。自分の中にも弱さがあるし、世界には理不尽もある。世の中は平等ではない。どれだけうまくやろうとしても苦しみは避けられない。これがまず前提です。じゃあどうその問題をクリアするか。どうすれば楽になるかではなく、どう向き合うかに変えること。ジョーダンは言います。苦しみから逃げても意味は見つからない。むしろその逆。向き合った時にだけ意味が生まれるんです。大事なのは責任を持つこと。自分の人生に責任を持つ。誰かのために責任を持つ。それが唯一あなたの人生に意味を与える方法だと。ここまで聞いてどう感じましたか？確かにそうだよなと思った人も多いと思います。しかしそれだけで終わる人がほとんどです。それだと何も自分の現実は変わっていきません。苦しみは避けられない。本当は気づいてるけど気づかないふりをしたり、世の中や会社や人のせいにして一時的に逃げても本質的な解決にはならない。じゃあどうすれば苦しみや停滞から脱出できるのか。ここが自分の人生を掴み取れる人になれるかどうかの分岐点です。ずっと逃げ続けるのか、向き合うのか。ここからは向き合う方法を具体的に話していきます。学び1、責任。ジョーダンは言います。責任を持つこと。多くの人は責任イコール重いし、できるだけ背負いたくない。そう思っています。でも実は逆なんです。責任こそが人生を救うんです。なぜかというと、人は意味がない状態に耐えられないからです。何のためにやってるのか。誰のためだっけ。疑問に感じながら、いつからか疑問さえ忘れて、ただ時間が過ぎていく。僕も期待を膨らませながら上京して、時が経って音楽の夢を諦めて、気づいたら日々の生活のためにただ会社に行ってました。そしてふと思いました。あれ、僕って何のために上京して、何のために今存在しているのか。その時の僕は自分の存在に意味を見出せなくて、貯金も溜まっていってたし、日常生活で不自由さもなかった。友達もいるし、会社での自分のポジションも快適だったけど、空虚感がずっとありました。ジョーダンが言う責任。この責任を持った瞬間、やる理由が生まれます。自分のためでもいい。誰かのためでもいい。背負うものがあると人は強くなれます。逆に責任からずっと逃げるとどうなるか。一瞬は楽なんですよね。でもその後空っぽになっていくし、不安になる。自信もついていかない。そして苦しみのループに入っていきます。なので答えはシンプルです。人生を良くしたいなら責任を取る側に回ること。手っ取り早い責任を取る方法はこのチャンネルでも推薦している一人旅がおすすめです。どんな旅にするか。旅先でのトラブルを乗り越えるのも全て自分の責任です。会社だと上司や会社のせいにできるし、家庭だと家族のせいにできたり、交友関係だと友達のせいにもできてしまいます。しかし一人旅は誰のせいにもできません。そして手軽に空いた時間で行けるので、一人旅はかなりおすすめです。一人旅にまつわる動画もたくさん出しているので、ぜひ見てみてください。学びに真実。ジョーダンは繰り返し言っています。嘘をついてはいけないと。これ他人に対してじゃなく自分に対してです。多くの人は実は自分に嘘をついています。本当はこのままじゃダメだと気づいているのに見て見ぬふりをする。やがてその自分を正当化する。
人の前でも本当の自分を隠す。本質を突かれたら開き直る。でもそれを続けると何が起きるかというと、現実が見えなくなっていきます。自分の状態も解決するべき問題も正しく認識できなくなります。メタ認知の欠如の状態です。その結果、重要な判断を間違える。で、気づいたら同じ失敗を繰り返します。けど、その事実にも気づかないようになります。ジョーダンはこう言っています。嘘は自分の認識を歪める。歪んだ認識で生きると必ず壁にぶつかると。じゃあどうすればいいか。小さな真実から向き合う。あなたが本当はやりたくないこと、本当は避けていること、本当は気づいていること、それをちゃんと認める。自分で気づけなかったら、それを見れる自分よりも成果を出している人や、自分が生きたい人生をすでに生きている人に客観的に自分を見てもらう。メンターの存在は日本では一般的ではありませんが、海外の起業家や投資家は必ずと言っていいほどメンターがいます。小さな真実と向き合うことで見える世界が変わってきます。正しい判断ができるようになり、正しい方向に進めるようになる。これが真実に従うということです。僕も自分にずっと嘘をついている時があって、このままじゃまずいと思ってても、休日は家でダラダラしたり、楽なことに身を任せていました。で、友達の前では考えて動いている自分を装ってたんです。でも何も努力していない自分はいつも自分が見ています。そんな真実から目を背けて嘘をつき続けている人生を送っていると、どんどん自分への自信や信用がなくなっていったんです。結果、自己肯定感が下がって被害者意識が強くなっていました。自分にも人にも嘘をつき続けるリスクはかなりあると自分でも体験しました。学びさん、小さな前進。ここまで聞いて、じゃあ何からやればいいんだって思った人もいると思います。答えは小さくでいいから進むこと。ジョーダンはこう言っています。どんなに小さくてもいい。前に進むことが重要だと。多くの人はいきなり大きく変わろうとします。本を読んだり、学びの動画を見て、モチベが上がって、よしやるぞって。しかし多くの人が1ヶ月後には元の自分に戻ってます。みんなきつくてやめてしまうんです。最初から理想が高すぎると、結局努力自体をやめてしまうことになる。なのでやるべきことは確実に進めるレベルまで下げること。例えば、1日5分だけやる。1つだけ片付ける。1つだけ向き合う。初めはそれでいいんです。人は進んでる感覚で基準が変わっていきます。毎日一歩でも進むと少し自信がつく。少し楽になる。そしてその一歩が次の一歩を呼ぶ。自信の複利運用です。ジョーダンも言っています。小さな前進はやがて加速する。しかし止まっている状態が一番危険だと。なので完璧じゃなくていいし、大きくなくていいので、始めたら止まらないことを意識してみてください。最後に、正直に言うと、今回の話、昔の僕そのままでした。自分にいつも嘘をついていたし、責任から逃げてたし、小さな行動すらできていなかった。その結果どうなったかというと、人生が何も変わらないどころか、どんどん悪くなっていきました。仕事でも会社の方針や上司に対して裏で文句を言ってたし、気づいたら自分に対してもダメ人間だなとか、何やってもうまくいかないと否定的な言葉ばっかり使ってました。なんかもうどんどん卑屈になっていくというか、ダース・ベイダーみたいに闇に落ちていく感じでした。当時は本当落ち込んでいる時間が長くて落ち込み癖がついてました。で、まだ20代なのに過去の輝いていた時の自分を羨ましいと感じる域まで行っていて、やっと気づいたんですよね。このままだとマジで終わるなって。そこからたくさんの本を読み、動画を見て学んで、小さくでもいいから行動すること、自分に嘘をつかないこと、責任を持つこと、これを意識して実行していきました。そしたら少しずつ現実が変わり始めたんです。今5年ほど経って自分の授業をやりながらタイに移住して、こうやって誰かのためになればいいなと、あなたにこの動画を発信できています。もちろん僕はまだまだ途中ですが、一つ言えるのは逃げてた頃より今の方が圧倒的に幸せだということです。今回の話は意外とシンプルで、向き合うか逃げるかの二択です。もしあなたが今毎日が苦しいとかうまくいかない、でも人生を良くしたいと感じているなら、今日の学びを小さな一歩からでいいので実践してみてください。それが積み重なった時、本当に人生は変わっていきます。ぜひこの動画の感想やあなたの意気込みなどあればコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。